今日はチーズボールを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチーズボールを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もちもち食感がやみつきになるチーズボールを作っていきたいと思います。さらにですね、チーズボールにぴったりなソースも作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチーズボールの材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、ホットケーキミックス、お水、お砂糖、塩、サラダ油、裂けるチーズ、パン粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということでね、今回はこちらの材料で作っていきます。こちらのチーズボールですが、もちっとさせるために白玉粉を使っていきます。そして今回、粉類はホットケーキミックスを使っていきます。そこにさらにね、少しお砂糖を加えて甘じょっぱい仕上がりにしていきます。そして裂けるチーズですね。今回はこちら2種類使っていきたいと思います。プレーンタイプとスモークタイプです。こちらはね、お好みのフレーバーを使って作ってみてください。あとさらにですね、こちら半分にはパン粉をまぶして揚げていきたいと思います。こちらのパン粉はあってもなくてもどちらでも大丈夫です。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、無糖ヨーグルト、蜂蜜、マスタード、こちらの4つの材料でソースを作っていきます。ヨーグルトに関しましては必ず無糖タイプのものを使用してください。水切りヨーグルトがあれば水切りヨーグルトがおすすめです。そうするととても濃厚な仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにソースから作っていきます。耐熱の容器にクリームチーズを入れて、こちらをまずね練っていきます。今ね冷蔵庫からすぐ出しの状態で硬いので、一度電子レンジで軽く温めます。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらゴムベラで練っていきましょう。この時にまだ少し硬いなと思ったらプラス5秒から10秒ほど加熱してみてください。加熱しすぎるとクリームチーズが溶けたり、あとは焦げてしまうので注意しましょう。はい、 OK です。このぐらいねクリーム状になるまで練ってください。そうしましたら続いてここにヨーグルト、そして蜂蜜、あとはマスタード。こちらお好みで粒マスタードでも OK です。そしたらこちらをよく混ぜましょう。はい、このようにねしっかりと混ぜてください。そうしましたらこちらのソースはこのまま粗熱を取って冷ましておきます。ソースはこれで完成です。それではチーズボールを作っていきます。まずですね、裂けるチーズを5等分に切っていきます。大体で OK です。はい、このように切っていきます。それではね、もう1本も同じように切ってください。はい、チーズの準備はこれで OK です。では続いて生地を作っていきます。まずはじめにボウルの中に白玉粉を入れます。そしてこの中にお砂糖も入れましょう。あとは塩も加えていきます。これを一度よく混ぜてください。軽くね、白玉粉を潰すイメージで混ぜてください。はい、OK です。それではですね、続いてここにお水を入れます。回しかけてください。そしてゴムベラで白玉粉を潰すように混ぜていきます。こんな感じでね、しっかりと潰していきましょう。今回ね、お水を使ってるんですが、こちら牛乳に変えていただいても大丈夫です。牛乳に変えていただくと少しコクが加わって美味しい仕上がりになります。こちらはね、どちらでも OK です。このように白玉粉のつぶつぶがなくなれば OK です。それでは続いてここにサラダ油を入れます。サラダ油をね少し加えていただくと生地自体がしっとりとした仕上がりになります。ではこれを混ぜていきます。こちらもね生地をこう押さえつけるように混ぜてみてください。そうするとねだんだん生地が馴染んできます。はい、 OK です。このように馴染ませてください。最初はね少し分離してるんですが、だんだん生地がまとまってきます。そうしましたら続いてここにホットケーキミックスです。振るわずにねそのまま入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。こちらもねこうやって押し付けるように混ぜてみてください。最初はねちょっとパサパサしてるんですが、だんだんねひとまとまりになってきます。
ある程度混ざったらね、手でこねていただいた方が簡単にね混ぜられると思います。なので手をねきちんと洗っていただいて全体をこねましょう。ムラがないようにねしっかりとこねてください。はい、 OK です。こうやってじっくり見た時にホットケーキミックスと白玉粉のムラがなくなれば OK です。生地の硬さはね指で触っても指につかないぐらいになります。そしたらちょっと形を整えて、そしてまたボウルの上に置いて、そして少し広げます。はい、でこのようにねちょっと広げたら、今回は10個分なので10等分にしていきます。こちらはね大体で OK です。はい、このように10等分にしてください。それではね丸めていきます。まず1かけら生地を取って丸めます。軽く丸めて、そしたらですね指で生地を広げてください。このぐらいですね。広げたら真ん中にチーズを置いて、そしてくるみます。この時ね中に空気が入らないようにしっかりねチーズに生地を密着させて形を整えてください。チーズがきちんと真ん中になるように指でね調整して、そしてあとは丸めていきます。この時ねチーズが飛び出ないようにだけ注意してください。はい、このように丸めてください。それではね残りも同じように丸めていきます。はい、全部丸め終わりました。そしたらですね今回は半分にだけパン粉をまぶしていきたいと思います。パン粉をまぶしていただくと少しね香ばしい仕上がりになります。こちらはお好みで OK です。ではねパン粉を用意して、そしてパン粉をまぶします。軽くで OK です。全体にまぶしたら、あとはもう一度形を整えます。このぐらいですね。しっかりつけるというよりかはまばらにつけるイメージですね。こんな感じでつけてみてください。ではね残りあと4個ですね。パン粉をつけていきます。はい、 OK です。このように半分にパン粉をまぶしました。それでは油で揚げていきます。まずそこからだいたい2センチぐらいの油を注ぎ入れてください。少しね油は多めに使うので小鍋などでやっていただくといいかなと思います。はい、で油を入れたら火にかけます。今回は160度から170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にゆっくり菜箸の先から細かい泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではですね少し形を整えて入れていきます。やけどしないように注意してください。最初はねパン粉がついてないものから揚げていきます。このままですね揚げていきましょう。時間が経つとねだんだん浮いてくるので、あとは転がしながら揚げてください。目安としては3分ぐらいですね揚げていきましょう。この時ね油跳ねには注意してください。あんまりね揚げすぎると今度はね中のチーズが飛び出やすくなるので、揚げすぎには注意してください。はい、今ね3分ほど揚げました。薄く揚げ色がついた状態です。ここまでいったら火加減をちょっと強めて、だいたい温度を180度ぐらいにして、最後はいい揚げ色になるまでだいたい1分ほどね揚げていきます。こちらはね大きさによっても適正な揚げ時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら調整してください。はい、このようにいい揚げ色になったら取り出します。はい、このようにまん丸に揚がりました。美味しそうに仕上がってます。ではねこちらはこのまま3分ほど油切りします。残りの衣付きの方は今ちょっと油が高温の状態なので、少し油を冷ましてだいたい160度まで冷めたら揚げていきます。今はね分かりやすいように2回に分けて揚げたんですが、皆さんはね一度に揚げちゃっても OK です。はい、それでは油の温度が下がったので、こちら衣付きの方も揚げていきます。火にかけます。こちらもね形を整えて入れていきましょう。やけどしないようにね注意してください。こちらもね同じように軽く転がしながら揚げていきます。は
はい、今ね3分ほど揚げました。こちらも同じように薄く揚げ色がついてます。そしたら火加減ちょっと強火にして、だいたい最後はね180度ぐらいの温度で仕上げていきます。あとはねこう自然にくるくる回ったりするので、自然にね揚げていただいても大丈夫かなと思います。こんな感じでねくるくると回していきます。はい、それではねこちらもいい感じに揚がったので取り出します。このようにまん丸で美味しそうに仕上がってます。はい、これで全部揚げ終わりました。このように美味しそうに仕上がってます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでチーズボールの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにまん丸で美味しそうに仕上がってます。右側がパン粉付きで、左側がパン粉なしのチーズボールです。そしてこちらのソースをつけて召し上がってください。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。もう外側がサックサクです。それではソースもつけていただきたいと思います。いただきます。チーズも伸びてすごく美味しいです。このソースがすごく合います。美味しい。このチーズの伸び具合もいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチーズボールのポイントです。まず今回は中に裂けるチーズを入れました。こちらはお好みのフレーバーの裂けるチーズを入れて作ってみてください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時はまず白玉粉の中にお砂糖と塩を加えて、そしてお水を加えて白玉粉の粒がなくなるまでしっかりと混ぜてください。ゴムベラなどで潰しながら混ぜていただくとやりやすいと思います。そしてその後ですね、サラダ油を加えて、そしてホットケーキミックスを加えて混ぜてください。このホットケーキミックスを加えた後なんですけれども、ゴムベラだと均一に混ぜるのがちょっと難しいので、ある程度混ぜたら手でこねていただくとやりやすいと思います。ムラがないようにしっかりと混ぜるようにしてください。そして包む時のポイントです。包む時はですね、まず手のひらで生地を伸ばしてチーズを真ん中に置いて、そして空気が入らないように、かつチーズが表面に出てこないように包んでください。その後揚げるんですが、今回は半分にパン粉をつけて揚げました。パン粉をつけていただいた方がこのまん丸感をねキープさせることができます。パン粉がついてないとこのようにねちょっとへこんできたりしてしまいます。なのでこのまん丸感をキープさせたい時はパン粉を表面にまぶして揚げてみてください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はだいたい160度から170度ぐらいの温度で揚げてください。油をねちょっとたっぷりめで揚げていただくと綺麗に揚がりやすくなると思います。そしてだいたい3分ほどですね、薄く揚げ色がついたら火加減を強めてだいたい180度ぐらいで1分ほどですね、いい揚げ色になるまで揚げてください。この時ですね、揚げすぎてしまうと中からチーズが飛び出やすくなってしまいますので、揚げすぎには注意していただけたらと思います。今回私は4分揚げてます。こちらの揚げ時間は作る大きさやあとは何個一緒に揚げるかによっても変わってくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。そして今回はですね、一緒にソースも作りました。こちらのソースもすごく美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチーズボールを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。